今回は構図とプロポーションについて説明します。絵作りにおいて構図が6割と言われることもありますが、構図とプロポーションは色彩などを置く前の絵の骨格の段階にあたるので、非常に重要な要素であると言えます。まず前提として、絶対に正しい構図や間違った構図があるわけではありません。何を表現したいかによって、それを表現するのに適した構図が変わります。ですが、今回は構図を操作する画力を身につけてもらうことを目的としているので、意図的に正しい構図と間違った構図を設定しています。まず、ここに4つの絵を用意しました。これらのうち、どれが最も良い構図であると言えるでしょうか？答えは3番です。1は何が問題かというと、わかりやすい間違いだとは思いますが、モチーフが小さいということです。このようにモチーフが小さくなってしまっている画面では、絵の印象が弱くなったり、見応えがなくなってしまいます。人によっては無意識に、こういった構図になってしまうことがあるので注意しましょう。2番の場合は、モチーフが画面に大きく入りすぎてしまっています。これではモチーフの一部分のみが、切り取られているために、何の物体なのかを判別するための情報量がなく、絵を見た人は何が描かれているのかわかりません。言い換えると、モチーフを見たことがない鑑賞者は、画面の外にどのような形が広がっているのかがわかりません。画面外はこうなるかもしれないし、ここだと、このような形になることも、ありえます。実際のモチーフを知っている私たちは、こういう形になっていないということが、わかりますが、モチーフを、まだ見たことがない人で、この絵を初めて見るという人は、このような、想像をしてしまっても無理はありません。なので、例えば、ここに画面があるとして、Q を、描く場合は、少なくとも、この辺りまで、Q を画面に含めないと、残りの、画面外の形が、想像できません。しかしこれぐらい、画面に入っていれば残りの形が、簡単に想像できるので、これぐらい含めるのが、良い場合もあると思います。ただし、大きなモチーフを描く場合、どうしても画面に入りきらない、ことが起きます。その時は描きたいものを切り取る必要が、あり、このように、画面外の形が想像できる最低限のラインまで構図にモチーフを含めたり、どうしても入りきらない場合は、丸ごとそのモチーフを画面に含めない方がより良い構図となる場合があります。このモチーフの場合は、十分に、画面に入りきるサイズなので含めてしまうのが良いと思います。さらに、モチーフを構図の縁ギリギリに入れると、これもこれで窮屈な印象を、与えてしまいます。3のようにモチーフと画面の縁の間に、多少の空間があると、良いと思います。構図は大きすぎても良くないという、ことでした。次に4番の問題点を見ていきましょう。これの問題点はモチーフが右に寄りすぎているということです。今回は、右寄りとして右寄りに示していますが、画面の中でモチーフが上下左右にかかわらず、どちらかに寄っている、そういった画面の場合は、絵が不安定な印象になってしまいます。絵作りにおいて、時には視点誘導などの目的で、
意図的にモチーフを中心から外してどちらかに寄せることもありますが、今日取り扱っているデッサン的な練習法においては、最も基本的な構図を取り扱っています。最初にも説明したように、構図には明確な正解があるというわけではありません。しかし、練習の段階において、あえて正誤を設けることで、画力を効率よく身につけることが可能になります。結局、3を目指して、描いたのに、結果的に2のような、形になってしまったということであれば、構図の配置をコントロールするだけの、画力が十分でなかったという、話なので、一旦こういった単純な構図を正確に描けるように練習しましょう。構図の世界は奥深く、深掘りしていけば構図によって鑑賞者がどういった感情を抱くのかなどといった研究も可能ですが、それは非常に発展的な内容なので、ここでは解説しません。次にプロポーションについて説明します。プロポーションは構図とは切っても切れない関係にあり、非常に重要なコンセプトです。プロポーションとは日本語に訳すと比率を意味します。プロポーションが絵において適切に捉えられていなければ、そのモチーフを適切に模写できているとは言えません。早速、この瓶において、プロポーションの測り方を確かめてみましょう。まずは横幅の長さに対する縦幅の長さを見ていきましょう。この時、長い方から短い方を測るのではなく、短い方から長い方を測る方が測りやすいと思います。なので、横のここの長さをまず1とします。この1の長さに対して縦の長さが何個分に当たるか、を測ることによって、縦横のプロポーションがどれくらいなのかを、測ります。ここを1とすると縦の長さは1、2、3.2ほどの長さに当たることがわかると思います。モチーフのプロポーションを完全に再現したい場合、縦横の比率が正しいだけでは不十分な場合があります。縦同士や横同士の比率などすべての要素をモチーフのものと一致させることが理想的です。縦の要素で測る場合は、まずモチーフの中でプロポーションを測るきっかけとなる部分を決めて一度区切ってから測ります。例えばこの瓶には細い部分と太い部分がありますが、それぞれ縦の長さも異なります。なので、ここで一度区切ってみましょう。先ほど話したように、短い方から長い方を測っていくのがベストです。この短い細い部分の縦の長さを1とすると、全体の縦の長さは、この1の部分の何個分かを測ってみると、1、2、3、3.5 ほどの長さであるということがわかるかと思います。今度は横幅同士を見ていきます。まずきっかけとなる横幅を見つけます。この長さをこのより広い方に当てはめてみると、約3個分に当たるということが見て取れると思います。このように比率を測るにあたり、横に対する縦と、縦同士、横同士を測り、モチーフの各要素の比率を画面上で再現できれば、かなり正確な模写が描けるようになります。絵描きがこのように鉛筆を持って手を伸ばしている様子を見たことがあるかもしれませんが、今話している内容はまさにそれと同じことで、プロポーションを測る行為です。先ほど、ここで、測っていたものは、このように
して現実では行います。プロポーションを測るときには、細長い棒などを持って親指で長さを調節するのが一般的です。このようにして1となる長さを親指で調節してから測り始めます。また、プロポーションを測るときは必ず肘を伸ばして測るようにしてください。ここで肘を曲げてしまうと、基準の長さがずれやすくなってしまい、正確にプロポーションが測れません。プロポーションを測るときは必ず肘を伸ばしてください。正確な構図とプロポーションの測り方について解説してきましたが、次にそれらの描き方について解説します。紙の上に2点、点を取ると、おのずとすべての形が決まってしまいます。そこで構図の中で絵の大きさがどこまでの範囲に当たるのかというのを決定してしまうために、当たりというものをつけることがあります。当たりは一番上と下、また時には右端、左端につけるものです。当たりをつけてから基本的な形が描かれた上で、先ほど説明したプロポーションを測ることを通して、模写の精度を高めていきます。また、構図とプロポーションは切っても切れない関係にあるということを先ほど説明しましたが、ここにあるように、ここにつけた当たりを無視して、プロポーションを修正してしまうと、構図から、はみ出てしまうことから、構図とプロポーションは、深く関係していることが理解できるかと思います。プロポーションを修正するときは、最初につけた当たりの範囲の中で、調節することが好ましいです。構図は絵作りにおいて表現の意図と深く関わってくる重要な要素です。今回は表現や狙いに応じた構図の作り方についてではなく、構図に関する画力をつけるための前提知識について取り扱いました。また正確な構図を作るためには、正確にプロポーションを描けなければいけません。そのためにもモチーフの比率を、測ったり、画面上で当たりをつけるといった手法で描くことが重要です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。